仏教はおそらく、人間の報じる他のどんな心情と比べても、幸福の問題を重要視していると考えられる。2500年にわたって仏教は幸福の本質と根源について体系的に研究してきた。科学界で仏教哲学とその瞑想の実践の双方に関心が高まっている理由もそこにある。幸福に対する生物学的な探求方法から得られた基本的見識を仏教も受け入れている。すなわち、幸せは外の世界の出来事ではなく、体の内で起こっている過程に起因するという見識だ。だが仏教は、この共通の見識を出発点としながらも、全く異なる結論に行き着く。仏教によれば、大抵の人は、心よい感情を幸福とし、不快な感情を苦痛と考えるという。その結果、自分の感情に非常な重要性を認め、ますます多くの喜びを経験することを割愛し、苦痛を避けるようになる。足をかくことであれ、椅子で少しもじもじすることであれ、世界大戦を行うことであれ、生涯のうちに何をしようと、私たちは、ただ心よい感情を得ようとしているに過ぎない。だが仏教によれば、そこには問題があるという。私たちの感情は、海の波のように刻一刻と変化する、束の間の心の揺らぎに過ぎない。5分前に喜びや人生の意義を感じていても、今はそうした感情は消え去り、悲しくなって意気消沈しているかもしれない。だから、心よい感情を経験したければ、絶えずそれを追い求めるとともに、不快な感情を追い払わなければならない。だが、仮にそれに成功したとしても、直ちに一からやり直さなければならず、自分の苦労に対する永続的な報いは決して得られない。そのような儚い報酬を獲得するのが、なぜそこまで重要なのか。現れたが早いか消えてなくなるものを達成するために、なぜそれほど苦労するのか。仏教によれば、苦しみの根源は、苦痛の感情でも、悲しみの感情でもなければ、無意味さの感情でさえないという。むしろ苦しみの真の根源は、束の間の感情を、このように果てしなく、虚しく求め続けることなのだ。そして感情を追い求めれば、私たちは常に緊張し、混乱し、不満を抱くことになる。この追求のせいで、心は決して満たされることはない。喜びを経験している時にさえ、心は満足できない。なぜなら心は、この感情がすぐに消えてしまうことを恐れると同時に、この感情が持続し、強まることを割愛するからだ。人間は、あれやこれやの儚い感情を経験した時ではなく、自分の感情はすべて束の間のものであることを理解し、そうした感情を割愛することをやめた時に初めて苦しみから解放される。それが仏教で瞑想の修練を積む目的だ。瞑想する時には自分の心身を念入りに観察し、自分の感情がすべて絶え間なく湧き起こっては消えていくのを目の当たりにし、そうした感情を追い求めるのがいかに無意味かを悟るものとされている。感情の追求をやめると、心は緊張が解け、澄み渡り、満足する。喜びや怒り、退屈、情欲など、ありとあらゆる感情が現れては消えることを繰り返すが、特定の感情を割愛するのをやめさえすれば、どんな感情もあるがままに受け入れられるようになる。ああだったかもしれない、こうだったかもしれない、などという空想をやめて、今この瞬間を生きることができるようになるのだ。
そうして得られた安らぎはとてつもなく深く、喜びの感情を必死で追い求めることに人生を費やしている人々には、皆目見当もつかない。一生喜びの感情を追求するというのは、何十年も浜辺に立ち、良い波を腕に抱きかかえて崩れないようにしつつ、悪い波を押し返して近づけまいと奮闘するのに等しい。来る日も来る日も、人は浜辺に立ち、狂ったようにこの不毛な行いを繰り返す。だが、ついに、砂の上に腰を下ろし、波が好きなように寄せては返すのに任せる。なんと静穏なことだろう。このような考え方は、現代の自由主義の文化とはかけ離れているため、仏教の洞察に初めて接した西洋のニューエイジ運動は、それを自由主義の文脈に置き換え、その内容を一転させてしまった。ニューエイジの諸カルトは、しばしばこう主張する。幸せかどうかは、外部の条件によって決まるのではない。心の中で何を感じるかによってのみ決まるのだ。富や地位のような外部の成果を追い求めるのをやめ、内なる感情に耳を傾けるべきなのだ。簡潔に言えば、幸せは身の内に発すということだ。これこそまさに生物学者の主張だが、ブッダの教えとはほぼ正反対だと言える。幸福が外部の条件とは無関係であるという点については、ブッダも現代の生物学やニューエイジ運動と意見を同じくしていた。とはいえ、ブッダの洞察のうち、より重要性が高く、はるかに深遠なのは、真の幸福とは、私たちの内なる感情とも無関係であるというものだ。事実、自分の感情に重きを置くほど、私たちは、そうした感情を一層強く割愛するようになり、苦しみも増す。ブッダが教え諭したのは、外部の成果の追求のみならず、内なる感情の追求をもやめることだった。以上を要約すると、主観的公正を計測する質問票では、私たちの幸福は主観的感情と同一視され、幸せの追求は特定の感情状態の追求とみなされる。対照的に、仏教をはじめとする多くの伝統的な哲学や宗教では、幸せへの鍵は真の自分を知る。すなわち、自分が本当は何者なのか、あるいは何であるのかを理解することだとされる。大抵の人は自分の感情や思考、好き嫌いと自分自身を混同している。彼らは怒りを感じると、私は怒っている。これは私の怒りだ。と考える。その結果、ある種の感情を避け、ある種の感情を追い求めることに人生を費やす。感情は自分自身とは別のもので、特定の感情を執拗に追い求めても、不幸にとらわれるだけであることに、彼らは決して気づかない。